今年も残すところあとわずかとなりました。街が年末の空気になり、カレンダーが残り少なくなると、なんとなく心もせいてきませんか。大掃除をして部屋をきれいにするように、自分の資産も今年のうちに整理しておきたい。しっきりさせて新年を迎えたい。もし今そう考えて証券会社のログイン画面を開こうとしているなら、その手だけは今すぐ止めてください。はっきり言います。その良かれと思ってやる年末の整理こそが、50代の大切な老後資金を大きく減らしてしまう最大の自滅行為だからです。実は投資の世界において、年末というのは魔物が住む時期と言われています。プロの機関投資家たちがクリスマス休暇に入り、市場の参加者が激減します。これを薄商いと言いますが、市場のお金が減るとどうなるか、普段なら何ともないような小さなニュースや注文で株価が乱高下しやすくなるんです。そんな不安定な時に、私たち個人投資家だけがNISA枠を使い切らなきゃとか、今年の損益を確定させなきゃと焦って動いてしまう。これが年末に投資で失敗する典型的なパターンです。今日はそんな危険な年末に、50代の私たちが絶対にやってはいけないこと、そして資産を危険にさらさず安心して年を越すための4つの鉄則ルールについて徹底的に解説します。これを最後まで聞けば、あなたはもう年末のニュースや株価の動きに一喜一憂する必要がなくなります。負ける人が画面に張り付いている間に、あなたはこたつでみかんを食べながら、私は準備ができているから大丈夫とどっしり構えていられる。そんな最強の守備力を今日ここで手に入れてください。お金と自由の航路へようこそ。航路の案内人です。さて、本題に入る前に一つだけ前提をお話しします。投資の正解というのは、その人の年齢や資産状況によって180度変わります。これから資産を作る20代なら、多少のリスクを取ってでも年末に攻める選択肢はあるでしょう。でもこの動画を見ている50代前後の私たちには、もう失敗して取り返す時間はそれほど残されていません。だからこそ今日のテーマは、増やすことよりも絶対に減らさないこと。ここに全勢力を注いだ守りの戦略になります。では早速、50代が今すぐ決めるべき4つのルール、1つずつ見ていきましょう。ここからが一番大事なポイントです。まず、ルールその1、生活防衛資金を再定義する。なんだ、現金の話かと思われたかもしれません。でも、あなたの口座には本当に十分な現金が入っていますか？多くの人が教科書通りに生活費の3ヶ月分から半年分あればいいと信じています。例えば、月の生活費が30万円なら100万円から200万円程度です。はっきり言います。50代でその金額では少なすぎます。20代や30代ならそれでもいいでしょう。彼らにはこれから長く働ける人的資本と、失敗してもやり直せる時間があります。しかし50代にとっての現金は単なる生活費ではありません。それは暴落時の精神安定剤であり、投資を継続するための命綱です。想像してみてください。もし来年の年明け早々、リーマンショック級の暴落が来て、あなたの株資産が半分になったとします。その時、手元の銀行口座に100万円しか入っていなかったら、どう感じますか？老後はどうなるんだ？会社が傾いたらどうしよう？恐怖で夜も眠れなくなるでしょう。そして、その恐怖に耐えきれず、底値で株を売って現金化してしまう。これが一番の最悪なシナリオです。狼狽売りというやつです。でももし、
手元に5年分の生活費にあたる1500万円以上の現金があったらどうでしょうか。資産評価額が半分になっても、まあ、向こう5年は食うに困らないし、そのうち戻るだろう。と、笑って見ていられるはずです。つまり、50代に必要な現金クッションは、生活のためというより、心の余裕を作るためのコストなんです。具体的な目安としては、年齢、生活費の1ヶ月分、という考え方をお勧めします。50歳で、月の生活費が30万円なら、1500万円。これはあくまで一例ですが、少なくとも、数年無収入でも生きていける、というレベルの現金を確保すること。投資に回すのは、その外側にあるお金だけです。もし今、手元の現金が心もとないなら、年末にやるべきは、投資ではありません。現金の確保です。ボーナスが出ても、無理にNISAには入れず、まずは貯金箱をいっぱいにする。これが、遠回りのようで、一番確実な投資法です。続いて、ルールその2。売却の優先順位を決めておく。いつかお金が必要になったとき、あるいは、リスクを減らすために現金を増やしたいとき、どの口座の、どの銘柄から、売るか決めていますか？これを決めていないと、いざというときに、迷いが生じます。基本のセオリーは明確です。まず、課税口座特定口座から売る。そして、NISA口座は最後まで温存する。これは鉄則です。課税口座で利益が出ているなら、売却時に約 20% の税金が引かれますが、それでもNISAの非課税メリットを長く享受する方が、トータルでは有利になることが多いからです。そしてここで、年末によく話題になる、損出しについても触れておきます。損出しとは、含み損が出ている銘柄をあえて売って、損失を確定させ、すでに確定した利益と相殺して、税金を安くするテクニックです。確かに、節税効果はあります。でも、50代の投資において、私は無理な損出しは推奨しません。なぜなら、損出しのために売買する、という行為自体が、余計な手数料と手間を増やし、投資を複雑にしてしまうからです。私たちは、デイトレーダーではありません。数万円の節税のために、精神をすり減らすくらいなら、どっしりと構えていた方がいい。ただし、もともと売りたかったダメな銘柄があるなら、年末は大掃除のチャンスです。節税を目的にするのではなく、ポートフォリオの浄化を目的に、不要な銘柄を整理するのは、正しい判断です。そして売却に関しては、定率取り崩しという魔法も、覚えておいてください。将来、資産を取り崩すとき、毎月10万円と金額で決めるのではなく、資産の 4% と率で決まる方法です。こうすると、暴落時には、引き出す金額が自動的に減り、資産の減少を抑えることができます。逆に、株高の時には、多めに引き出して、利益を確定できる。これを今のうちから、ルールとして決めておくんです。私は困ったら特定口座から売る。取り崩すときは定率である。このメモを1枚、机の前に貼っておくだけで、年末の迷いは消え失せます。次に、ルールその3、リバランスの基準を数値化する。これが、資産を守るための、最も実践的なテクニックです。今年のように、株価が大きく上がった年は、知らず知らずのうちに、あなたの資産配分がリスク型になっています。例えば、年初には株式、現金50対50でスタートしたとしましょう。安全運転のバランスの良い配分です。ところが、株価が上昇して気づけば株式、現金70対30になっているかもしれません。資産が増えているので気分はいいはずです。もっと上がるかもとよくモデルでしょう。でもこの状態で暴落が来たら
どうなるでしょうか。資産の7割が直撃を受けます。当初想定していたよりも、はるかに大きなダメージを負うことになります。だからこそ、年末にやるべきは、増えた株を売って現金に戻すという作業、つまりリバランスです。ここで大事なのは、上がりそうだから売るとか、下がりそうだから売るといった感情や予測を一切挟まないことです。ただ機械的に比率がずれたから戻す、これだけです。具体的には許容できるずれ幅を決めておきます。例えばプラスマイナス 5% ずれたら戻すと決めたなら、株式比率が 55% になった時点で 5% 分を売って現金にする。逆に暴落して株式比率が 45% になったら、現金を 5% 分減らして安くなった株を買います。これを淡々と繰り返すだけで、自動的に安く買って高く売るというプロの投資行動が実現できます。でもせっかく上がっている株を売るのは税金もかかるし嫌だという方もいるでしょう。その場合はノーセル、リバランスという方法がおすすめです。売るのではなく、新しく入金するお金で調整する方法です。ボーナスや毎月の積立金を株式ではなく、あえて現金預金に回す。あるいは債券ファンドを買う。そうやって全体のバランスを整えていくのです。これなら税金を払わずに済みますし、NISA 枠を無駄にすることもありません。年末割バランスの時期、これだけを覚えておいてください。予測ではなく調整をするのです。そして最後、ルールその4。これが最も重要です。年末年始のやらないことリストを作る。人間というのは弱い生き物です。やるべきことを決めてもサボってしまいますが、絶対にやらないことを決めると案外守れるものです。50代が年末年始に絶対にやってはいけないこと、3つリストアップします。1つ目、退職金やボーナスの一括投資。年末にまとまったお金が入ると、機会損失したくない、早く増やしたいと、一気に市場に投入したくなります。でも、今の株価が高いのか安いのか、誰にもわかりません。もし高値つかみをしてしまえば、その後の数年間、含み損を抱えて過ごすことになります。投資の基本は、時間の分散です。焦らず、数年かけて、ゆっくり市場に入れていく。その余裕を持ってください。2つ目、SNS のインフルエンサーに流されること。年末年始は、YouTube や X でも、極端な意見が増えます。来年は大暴落する。今すぐここへ投資せよ。不安を煽ったり、社交心を煽ったりする言葉がタイムラインにあふれます。でも、彼らはあなたの人生に責任を持ってくれません。画面の向こうの赤の他人が何を言おうと、あなたの投資ルールを変える理由にはなりません。もし心が揺らぎそうになったら、スマホを置いてデジタルデトックスをしてください。3つ目、親戚や知人の儲け話に乗ること。お正月の親戚の集まりで、あそこの株で儲かった。今は暗号資産が熱い。なんて話が出るかもしれません。隣の芝生は青く見えるものです。自分だけ取り残されたような気分になるかもしれません。でも、他人の成功話は、話半分に聞いておきましょう。人は、儲かった話しかしません。損した話は隠すものです。その裏には、数えきれないほどの失敗があることを忘れないでください。いかがでしたでしょうか。年末にやるべき4つのルール。1、生活防衛資金を確保する。2、売却の優先順位を決める。3、リバランスの基準を数値化する。4、やらないことリストを作る。これらは派手なテクニックではありません。お金を一気に増やす魔法でもありません。でも、あなたの大切な資産を鉄壁の守りで固めるための
最強の盾になります。投資の世界で生き残るのは、攻めが強い人ではありません。守りが固い人です。特に50代からは、勝つことよりも、負けないことが重要です。年末年始、世間がどれだけ騒ごうと、相場がどれだけ動こうと、あなたは自分の決めたルールに従って、淡々と過ごせばいい。余った時間とエネルギーは、チャート分析ではなく、家族との団らんや趣味の時間に使ってください。それが、お金から自由になるということです。来年も、相場はいろいろな表情を見せるでしょう。上がったり、下がったり、私たちを試してくるはずです。でも、今日作ったルールさえあれば、もう何も怖くありません。どうぞ、心穏やかな年末をお過ごしください。この動画があなたの資産を守るお守り代わりになれば本当に嬉しいです。最後になりますが、投資はあくまで自己責任です。今日のお話も一つの考え方として参考にしていただき、最終的な判断はご自身で行ってくださいね。もし今日の話が少しでも役に立ったと思ったら、いいねボタンで教えてくれると動画を作る励みになります。それでは、良いお年をお迎えください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。